ドラゴン族封印の壺。スターターボックスに収録された、ドラゴン族モンスターを守備表示にする、永続トラップ。フィールドすべてのドラゴン族が対象なので、自分のモンスターも影響を受けるが、効果や召喚には影響を与えないため、封印というにはやや弱い。追加で効果も封じる、ドラゴン族特攻モンスターの、竜破壊の剣士、バスターブレイダー。レベル4以上の、モンスターの攻撃を封じる、グラビティバインド、超重力の網。レベル4以上の、表側表示モンスターを守備表示にする、レベル制限 B 地区。1000ライフポイントの維持費で、相手の攻撃を封じる、スクリーンオブレッド。守備表示の強制と、効果の無効化、ナンバーズ41、冷水魔獣バブースカなど、ドラゴン族に限らない効果を持つカードも多く、このカードの優位性はとても低い。登場当時に封印できたモンスターは、5枚と少なく、ほぼ、ブルーアイズホワイトドラゴンのためのカードであり、罠外しも、ドラゴン族封印の壺のためのカードだった。また、このカードがフィールドに出ている時に、守備表示が使われた場合、永続効果のこのカードの方が強いため、すぐに、表示を守備に戻すことになる。原作、アニメでは、デュエリストキングダム編で登場しており、ペガサスとの初戦となる、ビデオ戦では、闇遊戯の召喚したデビルドラゴンを封印し、ツボマジンとのコンボでコントロールを奪い、シルバーボンブを戦闘破壊した。その後の海馬対ペガサス戦では、海馬の、ブルーアイズホワイトドラゴンを封印した上で、その守備力を吸収することで、守備力2700の壁となったが、アニメではこの時のみ、このカードを、原作と同じくモンスターとして扱っていた。バンダイ版は、原作の設定通りにモンスターだが、名前は竜族封印の壺となっており、攻撃力100、守備力200の貧弱なステータスと、竜族に必ず勝つ、という効果を持っていた。原作では、王国編のみの登場だが、アニメではその後も出番があり、デュエルモンスターズクエスト編では、海馬がブルー忍者に、ブルーアイズホワイトドラゴンを封印され、遊戯王 5Ds では、チーム太陽の山下太郎が、ブラックフェザードラゴンを、守備表示に変更させている、